Grihane Shamamajam Ekasidrisya Kuveratmajo Bodham Murtaiva Yadvat Tvayamuchito Bhakti Bhajo Krito Cha Tata Prima Bhaktim Swakame Prayacha Namo Shivaho Mesti Damodareha Namaste Sudamne Spuraditi Damne Tvadiyodayayata Vishvasadamne Namorarikaya Tvadiya Prayayai Namo Nantalilaya Devaya Tuvyam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Damodara Radhe Jay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 a Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. Way to go, Mahagana. ちょっと間違えましたけど。Good ありがと job. うございました。ございます。アナガマンジャリーさん。ハレクリスナ。はい。ハレクリシュナ。ダムダラアシタカの日本語訳持ってらっしゃいます今。今、持ってるよ、私。あ、本当？じゃあ、マハグナさん、読みますか？読みましょうか？はい、お願いします。ね、じゃあ、来週はなんか、マンジャリさん、読んでください。はい、ダムダラシタカ、ナンバー1。至福に満ちた知識という永遠の姿を持ち、きらめき揺れるイヤリングをつけた最高支配者、ゴクーラに現れ、ゴーピーたちが物置に吊るしていたバターを盗み、すぐに母ヤソダを怖がって逃げたけれども、最後には捕まえられた。その最高種シュリーダモダラに私は尊敬の礼を捧げます。2、お母さんの仕置きの棒を見て主は泣き、そのレンゲの手で何度も何度も目をこすった。その目は恐れおののき、息遣いは荒く、母ヤショダはそんな主のお腹を縛った。怖がっている主の首にかかっている真珠のネックレスは揺れた。自分の敬愛者の愛に縛られた最高種シュリーダモダラに私は尊敬の礼を捧げます。3、シュクリシュナの幼少時代の気高い娯楽は、ゴクーラの人々を甲骨の海に沈めた。バイクンタにいるナーラヤンという主の威厳ある様相だけに魅了されている敬愛者に主は言う。私は純粋な愛情奉仕に征服され、圧倒されると。最高種シュリーダーモダラに私は何度も何度も敬意を表します。4、お主よ、たとえあなたはあらゆる恩恵を与えることができても、
私はあなたから解放を授かりたいとは思いません。バイクンタでの永遠の命やその他のどんな恩恵であろうと欲しいとは思いません。私のただ一つの祈りは心の中であなたの子供の頃の娯楽をいつも覚えていられることです。お主よ、私はあなたのパラマトマの様相を知りたいとも思いません。私はただひたすらあなたの子供の頃の娯楽が心の中でいつまでも浮かんでいることを望みます。5、お主よ、カールした髪に覆われたあなたの黒っぽいレンゲのお顔の方は、母ヤショダのキスでビンバフルーツのように赤くなりました。私にはこれ以上そのお顔の例えようがありません。何百万もの富も私には何の価値もありません。私の心の中にこの視野がいつもとどまっていますように。6、お無限なるビシュニュー、お主人、お主よ、どうか私に慈悲深くあってください。私は悲しみの海に溺れ、死んだも同然のようになっています。どうか慈悲の雨を私の上に降らせてください。あなたの甘露のような視野で私を高めお守りください。7、おダモダラよ、母やソダは小さなあなたを牛を引く紐で石臼に縛りました。そしてあなたは木になって立ち続けるよう呪われたクベラの子マニーグリバとナラグベラを救いました。そして彼らを敬愛者とされました。どうか私にも同じようにしてください。私はあなたの好奇の中での解放も望みません。8、お主よ、全宇宙はあなたのお腹から誕生したシュ・ブラマによって作られました。そしてそのあなたのお腹が母やソダによって紐で縛られました。その紐に私は尊敬の礼を表します。私はあなたの最も愛しい方、シュリマティ・ラーダラーニとあなたの無限の娯楽に尊敬の礼を捧げます。じゃあ、ダムダラしたか。これはさ、長田のが訳したやつかな。だと思う。敬愛者って書いてあるから。そう。それとか、いろいろこう、その言葉が、あ、これ長田だなと思った。懐かしい。Good morning to all the devotees in Japan. 日本のデボティの皆様、おはようございます。Today we're on Canto 10, Chapter 11, verse 58. 今日は第10巻第11章58節ですね。Ready, set, go. Okay, here we go. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Iti Nanda Dayo Gopa. Iti Nanda Dayo Gopa. Krishna Rama Katamuda. Krishna Rama Katamuda. Kurvanto Ramana Nascha. Kurvanto Ramana Shucha. Navindan Bhava Vedanam. Navindan Bhava Vedanam. どうぞ。Iti Nanda Dayo Gopa. Iti Nanda Dayo Gopa. Krishna Rama Katamuda. Krishna Rama Katamuda. Kurvanto Rama Manashucha. Kurvanto Rama Manascha. Navindan Bhava Vedanam. Navindan Bhava Vedanam. Iti Nanda Dayo Gopa. Iti Nanda Dayo Gopa. Krishna Rama Katamuda.
クリシナラマカタムダクルバントラママナスチャクルバントラマナスチャナビンダンババベダナンナビンダンババベダナンイティナンダダヨゴパイティナンダヨゴパクリシュナラマカタムダクリシナラマカタムダクルバントラママナスチャクルバントラマナスチャナビンダンババベダナンナビンダンババベダナン。Okay, word for word. E.T. いい。 In this way, このように、 Nanda Adaya, なんだあだや、 all the cowherd men headed by Nanda Maharaj, なんだマハラージャを筆頭とするすべての牛飼いの男たち、 Gopa, ゴパ cowherd men, ー、牛飼いの男たちは、 Krishna Rama Katan, クリシナ・ラーマ・カターン、 narration of incidents in connection with Bhagavan Krishna and Rama, バガバン・クリシナとラーマに関係する事件の話を、 Muda, ムダー、 in great transcendental pleasure, 大きな超越的な喜びの中で、 Kurvanta, クルバンタ、 doing that, それをしている。 Rama Mana, ラーマ・マーナ・チャ、 enjoyed life and increased their affection for Krishna. 人生を楽しみ、クリシュナへの彼らの愛情を増加させた。 Na, な、 not. でない。 Avindan, アビンダン、 perceived. 感知した。 Baba Veda Nam, ババ・ヴェダナーム、 the tribulations of material existence. 物質的存在の苦難を。 Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. In this way, all the cowherd men, headed by Nanda Maharaj, enjoyed topics about the pastimes of Krishna and Balaram with great transcendental pleasure, and they could not even perceive material tribulations. A.C. バクティ・ヴェダンタ・スワミ・プラブパーダによる翻訳です。このように、ナンダ・マハラージャを筆頭とする牛飼いの男たち全員は、クリシュナとバララーマの遊戯に関する話を非常に超越的に喜んで楽しみ、物質的な苦難を感知することさえできなかった。はい。Purport. Here is an instruction about the result of studying or discussing the Krishna Leelas that appear in Srimad Bhagavatam. 解説です。シリーマット・バガバタムに出てくるクリシュナリーダーを研究したり議論したりすることの結果についてここに教えがあります。Sadhya Hridava Rudite Trakriti Bish Sukshu Bish Takshana. This is Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Verse 2. サディオフリディアバルダヤテアトラキルティビスシュシュルシュビスタクシャナートバガバタム一巻一章二節。So Prabhupada quotes this verse from the Bhagavatam, but he doesn't tell us what it means. で、プラブパではこの説をバガウタムから引用していますけれども、意味は言ってないですね。But we'll look at it. それは後で見てみます。But basically, this is the second verse of the Bhagavatam. でこれはバガウタムの2番目の
説ですね。And it's actually the purpose statement of the Bhagavatam. で、バガバタムのその目標というかを述べた説でもあります。So one of the purposes of the Bhagavatam is to eradicate all the suffering of the living beings. で、バガバタムの目標の一つというのは、そのすべての生命体の苦しみをなくすということです。Right. And the beginning of the purport, Prabhupada is talking about how the coward men, by simply thinking about Krishna and Balaram and discussing their leelas, transcended all material suffering. でこの説の中でも、この解説の始まるところでも、プラバパテもおっしゃっているのは、このクリシュナとバララマの話を聞くことによって、牛飼いの男たちのその物質界での苦しみがすべてなくなったというふうにおっしゃっています。Yeah. So in that connection, Prabhupada has quoted this verse from でそれに関してこの the 説 second を verse of the Bhagavatam. バガバタムの2番目の説を引用なさったんですね。Okay, let's continue on. はい、続けます。Nanda Maharaj and Yasoda in Vrindavan appeared like ordinary persons of this material world, but they never felt the tribulations of this world, although they sometimes met many dangerous situations created by the demons. ブリンダーバナのナンダマハラージャとヤショーダは、この物質世界の普通の人たちのように現れましたが、時々悪魔が作った多くの危険な状況に遭遇したにもかかわらず、彼らはこの世界の苦難を決して感じませんでした。This is a practical example. これは事実上の例です。If we follow in the footsteps of Nanda Maharaj and the Gopas, we can all be happy simply by discussing the activities of Krishna. もし私たちがナンダマハラージャとゴーピーたちの足跡をたどれば、クリシュナの活動を議論するだけで、私たち全員が幸せになれます。Anarto pasamam sakshad bhakti yogam adhokshaje lakshas janato vidvams chakre satvata samhitam. This is Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, Verse 6. 今、サッチャさんがおっしゃったことは、バーガバタム1巻7章6節です。Vasudeva has given this literature so that everyone may understand one's transcendental position simply by discussing Bhagavad Gita. バガバタカタを論じるだけで、すべてのものが自身の超越的位置を理解できるように、ビャサデーバーはこの文学を与えました。Even at the present moment, everyone, everywhere, can be happy and free from material tribulations by following Srimad Bhagavatam. 現時点でさえ、誰もがどこででも、シュリーマット・バガバタムに従うことによって幸せになり、物質的苦難から解放されるのです。There is no need of austerities and penances, which in this age are very difficult to perform. この時代において実行するのが非常に難しい禁欲生活や苦行の必要はありません。Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore declared Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. ですから、シュリー・チャイタニア・マハープラブーは、サルバートマ・スナパナム・パランビジャヤテ・シュリー・クリシュナ・サンキルターナムと宣言なさいました。By our Krishna consciousness movement, we are trying to distribute Srimad Bhagavatam so that anyone in any part of the world can be absorbed in the Krishna consciousness movement by chanting and hearing about the activities of Krishna and be free from all material tribulations. ヘイ・クリシュナ意識運動によって、クリシュナの活動を唱え、聞くことによって、世界のあらゆる場所に住んでいるすべての人たちが、クリシュナ意識に没頭し、すべての物質的な苦難から解放されるように、私たちはシュリーマット・バガバタムを配る努力をしています。
End of the purport. 解説終わります。Om Aganatammirandasya Gananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Offer my respectful obeisances unto my spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. 私は私のスピリチュアルマスターである AC バクティベダンタスワミシュリルパブパーダに尊敬の礼を捧げます。I was born in the darkness of ignorance, and He opened my eyes with the torchlight of knowledge. 私は無知の中に生まれましたが、死によってこの知識という光で目を開けていただきました。And I offer my respectful obeisances to all the previous acharyas. それから今までにいらしたすべてのアチャリアたちに尊敬の礼を捧げます。And to Lord Chaitanya and the Panchatattva. そしてチェイタニア神、そしてパンチャタトバに尊敬の礼を捧げます。And to Lord Sri Krishna. そしてシュリクリシュナに尊敬の礼を捧げます。 And we ask their blessing today. そして今日彼らの恩恵をお願いいたします。Please help us to hear their instruction. どうぞ私たちがあなた方の教えを聞くことができますように。And realize their instruction そして悟ることができますように。and apply it practically in our life. そして私たちの日常でそれを使っていくことができますように。So in this section of the Bhagavatam, the cowherd men and Nanda Maharaj they're talking about what recently occurred in Vrindavan. で、ここでブレンダービンで最近起こったことについてね、ナンダマハラージたち、ナンダマハラージ Yeah, and the cowherd men are discussing ナンダマハラージたちと、それから牛飼いの男たちがそのことについていろいろ話をしていました。Yeah, they're talking about specifically about Krishna and Balaram and the cowherd boys. 特にそのクリシュナ・バララマとそれから牛飼いの少年たちのことですね。はい、すいません。ちょっと今日の予定は59までで、この章を終わってほしいので、59節まだ読んでないんですけど、パポートがないので、I want you to finish this chapter because the text 59, it has no purport. So I want you to finish. And it's the end of the chapter? Yeah. Hi. Okay. Let's read 59. じゃあはい50読みましょう。お願いします。Yeah, I was just told 58, and I didn't read the rest of the chapter. まあ、今日58節って聞いてて、その後読んでなかったんでね、わかりませんでしたけど、じゃあそうしましょう。In this way, Krishna and Balaram passed their childhood age in Brajabhumi by engaging in activities of childish play, such as playing hide and seek, constructing and making make-believe bridges on the ocean, and jumping here and there like monkeys. So I used to do that too. 59節です。翻訳。このようにかくれんぼをしたり、海の上に空想の橋を架けたり、猿のようにあちらこちらへと飛んだりして、クリシュナとバララーマは子供らしい遊びをして、ブラジャブーミでの子供時代を過ごされた。Okay, so as I was saying, Krishna and Balaram, well, actually, Krishna had just killed the demon Bakasura. で、その前のお話の続きですけれども、この時クリシュナはそのバカスラという悪魔を殺したすぐ後だったんですね。Right? Who appeared as a big duck or like a big pelican with a large beak. で、その大きなペリカンのように、このくちばしの大きな鳥として現れたのがバカスラだったんですね。And he was very baka とてもバカな悪魔です。because he thought he could kill Krishna. というのは彼はクリシュナを殺すことができると思ってしまっていたからです。But Krishna, he bifurcated his beak and killed him. しかしクリシュナはその鳥のくちばしを2つにこうなんていうの引き裂いてね殺してしまいました。
And so, of course, Krishna and Balarama and the cowherd boys, they were very jubilant and they returned to their homes, discussing and actually glorifying what Krishna just did. で、クリシュナとバララマ、そして牛飼いの少年たちは、お家に帰ってね、そのクリシュナがどんなに素晴らしいことをしたかということをみんなで興奮して話しながら家に帰ってきたんですね。And Nanda Maharaj and the cowherd men, they heard the glories of Krishna from the cowherd boys as they were returning. で、少年たちが帰ってきたときに、そのナンダ・マハラージと牛飼いの男たちが、クリシュナがやった素晴らしいことを、その話を聞いていたわけです。Yeah, and of course, then they began to discuss about Krishna and Balaram and how powerful they were and how their activities were just beyond conception. で、その男たちは、クリシュナとバララマがどんなに素晴らしいか、そして彼らのする活動というのは本当に想像を絶するものだというような話を自分たちでしてたわけですね。Now, of course, when Krishna was born, Garga Muni basically told Nanda Maharaj that Krishna is not different than Narayan, God. で、そのクリシュナが生まれたときに、ナンダ・マハラージにガラガムニがクリシュナは普通の子供ではなくて、最高子と同じなんだよっていうことを言ったんだけれども、But because of affection for Krishna as his son, he just couldn't believe it or couldn't focus on that し really. かし、クリシュナは自分の息子だというね、その気持ち、その愛があまりにも強かったために、そのことを考えることができなかった。Yeah, and that's not so hard to understand even from a mundane point of view. それはまあね、俗的な目から見ても理解はできることだと思います。Yeah, it's just like if one of your children became very famous and was known as a great musician or a great actor or a sports star, when your child comes home, you wouldn't think of them as this great personality. You would still think of them as your child. で、例えば自分の子供がね、その有名なスターになったり、そのスポーツの選手になったり、素晴らしいミュージシャンになったとしても、うちに来たらその子供は自分の子供であってね、その子供はこの素晴らしい人というふうには思わないですよね。Nonetheless, Krishna is no ordinary child. He's Narayan, the Supreme Personality of で Godhead. もちろんクリシュナは普通の子供ではなくて、最高人格出身ナラヤンでした。Yeah, and so Krishna and his name and his form and his qualities are all transcendental. でクリシュナというのはクリシュナの名前、そして姿、and what was His qualities his 質というのは全て超越的なものです。 and his activities, pastimes. で、彼の娯楽の活動もしかりですね。 Yeah, so that's a sound vibration. で、それは音の響きなんですね。 Yeah, but it's a vibration that is not material. で、その音の響きというのは物質的な音の響きではない。 It's on the spiritual level. 精神的なレベルにある音の響きで Yeah. す。 So no matter what our vibration is on this material level, で、この物質的なレベルにおけるそのいろいろな音の響きというのがありますけれども、 when we hear the higher vibration of the spiritual level, で、私たちがそのような音の響きであったとしても、そのクリシュナが行うさまざまな活動やクリシュナの名前とか、そのクリシュナの精神的な音の響きを聞くことによって、 that elevates our vibration. 私たちのそのバイブレーションがよりこう上の方に行くんですね。 Yeah. And then we actually remember or we attain our original self, our original vibration. そうすると、そこでもって自分の本来のね、そのバイブレーションをまた取り戻すことができる。 It's just like if we listen to music. 例えば音楽を聴いても、 If you listen to very uplifting music, でとってもね、その心がこうウキウキするような音楽を聴いたならば、 that it uplifts our vibration. で私たちのそのバイブレーションもこうウキウキしてきますよ Yeah, ね。 our emotional mood. そのだから感情っていうか自分たちのムードも変わってきます。 If we listen to very vulgar, loud, violent music, で非常にその聞いてて
聴きづらいいやらしいような音楽、そしてそういう音楽を聴くと、that will lower our mood, lower 私 our たちの vibration. バイブレーション、私たちのムードはそれとともに下がっていきますね。Yeah. So whatever vibration we're exposing ourselves to can lift us up or bring us down. だから私たちがどのようなバイブレーションに自分が入れるかによって自分をその上の方に持ってったり下の方に行かせたりすることができるということですね。Yeah. So that's the nature of the marginal energy of God. それが神様の中間エネルギーの質なんですね。And because we're tiny, というのは私たちは非常に小さなものだから、we're easily affected and influenced by whatever vibration we expose ourselves で to. 自分がどのバイブレーションに自分を置くかということによって非常に大きく左右されがちなんですね。Yeah, so I guess you could say the point of this whole the point of this whole chapter is being made in today's verse 58. で、この章のこのお話のね、中で本当に言いたかったことは、今日のこの58節のところにね、書いてあると思います。In fact, this is the whole essence of of the bhakti path is being talked about in today's verse. で、今日の説の中で、このバクティの道ということについての、もうその総量、全部こう合わせたね、それの意味っていうのがここに今日の説で書かれていると思います。And that is Nanda Maharaj and the cowherd men, when they were discussing about the activities of Krishna and Balaram, で、ナンダマハラ two ジと things happened. ナンダマハラジとナンダマ牛飼いの男たちがそこで話をしているときに2つのことが起こった。They felt transcendental pleasure, 彼らはまずね、その超越的な喜びを感じた。 and they no longer experienced suffering. そして苦しみもなくなった。 I mean, this is what everyone in the material world is looking for. で、これこそがね、この物質世界で誰もが欲しいと思ってることですよ Everyone ね。 is looking for happiness, 誰もが幸せになりたいと思ってる。 and everyone wants to overcome suffering. 誰もが苦しみから抜け出したいと思ってる。 And so Prabhupada begins the purport by quoting the second verse of Srimad Bhagavatam. で、プラブパトはそのシーマッド・バガバタムの第2番目の説ですね。 So, を引用してそれを説明しています。 yeah, so this is in the second verse, the whole purpose of the Bhagavatam is delineated. その2番目の説の中にバガバタムのすべてのね、その意味というのがここに入ってるんですね。 Yeah, and so this is the just part of the verse. で、ここに出てるのはその説の一部分だけですけれども、 So I'll just read it and then paraphrase it so that Mahaguna can Okay. translate it. Okay. Dharma prochitaha kaitavo tra paramao namatsaranam satam. Remember this verse? Mhm. Used to listen to it as I was going to the temple. Yeah. Vejam vatstavam atra vastu shivadam tapo trayo mulanam. Srimad Bhagavate Mahamaha Muni Krite Kim Va Prayer Iswaraha Sadyo Hridavarujate Tra Kritibi Shushubish Takshanat. So this is the very last line of the verse that Prabhupada has put into the purport こ here. の説の中の一番最後のところをプラブパトはここで引用されています。 Yeah, so this is saying that Vyasadeva compiled this Bhagavatam. でビアスデーバはこのバガバタムを編纂してくださった。 And his goal was to distinguish reality from illusion. で彼のゴールはその幻想とこの現実を区別するためのものであった。 To alleviate everyone's suffering すべての人々の苦しみをなくすためのものであった。 and so that people could receive the highest benefit. でそうすることによって人々は最高の恩恵を受けることができます。 So hearing the Srimad Bhagavatam is sufficient to awaken one's God realization. でバガバタムを聞くということは自分のその神の意識というものを目覚めさせるに十分なものである。 And so when one is able to distinguish reality from illusion, だから現実と幻想とをその区別することができる。 and discover one's true self, そして本当の自分を見つけ出すことができる。
and discover one's true relationship with God. そして神と自分との本当の関係を再度見つけ出すことができる。Realization of this truth uproots the threefold miseries. で、このことを悟ることによって、三重のその苦しみから逃れることができる。And so there's three types of suffering or three sources of suffering. その苦しみにはその3つのタイプ、3つの異なったその原因でもって起こってくる苦しみがあります。Adhyatmic, Adhyatmic, adibodhic, Adibodhic, and adidaivic. Adidaivic. So adhyatmic means suffering that's caused by our mind and body. Adhyatmic っていうのは自分のマインドや体、肉体から来る苦しみです。And this is a constant source of suffering for the soul who's embodied. それはその体を持った魂がいつも苦しんでいることですね。その苦しむ原因となることですね。We're always there's always pains in the body. で、体の中には必ずどこかに痛みがある。And our mind is our worst enemy, causing us the most pain. で、マインドっていうのは私たちのもう本当の敵であって、常に私たちに痛みを知らせてる。Yeah, we're always in a state of, I want this. 私たちはいつもね、自分はこれが欲しいとか、And I don't want これ that. が欲しくないとか、常にそんなことを考えてる。And basically, there's no peace. だからそこにはね、その平穏な状態というのはありません。Yeah, we're always in a state of fear 常に恐れの状態にあり、 or feeling lack, like I'm not あるいは complete, I don't have enough. 欠如しているという状態にある。そういうふうに感じている状態にある。And then there's suffering caused by other living entities towards one another. そしてお互いにその他の生命体から受ける苦しみというのがあります。Right? There's wars going on. 言葉が交わされたり、 And people are always assaulting each other verbally, physically. で言葉で言ったり、あるいはその肉体的にね、痛めつけられたりすることもある。And then there's suffering that's caused by material nature. それから物質自然によって起こる苦しみがあります。Right? Like the climate change, でも、気候が変動したり、 tsunamis, earthquakes. 津波だとか地震が、今日地震あった。 Yeah, we had a little earthquake 今日 today. 5ポイントぐらいの地震ありましたね、こっちで。So the Bhagavatam is saying, and this purport is saying that when we hear the holy name of the Lord and the pastimes of the Lord, this raises us to the spiritual platform and we overcome the suffering, the threefold sufferings. で、そのバガバタムが言ってるのは、私たちがこのバガバタムを読んで、そのクリシュナの名前を聞いたり、あるいはクリシュナの娯楽の活動を聞いたりすると、この物質界の33つの種類のその苦しみを超えることができるというふうに言っています。And now we come to the next verse that Prabhupada quoted in the purport, but didn't really explain much. で、そのプラバパートが引用された説なんですけれども、説は引用されてますけれども、あまり説明はされていない、その説になりますね。そのところになります。And this is from the first canto, chapter 7 of the Bhagavatam. それはバガバタムの第1巻の第7 The first canto. 7章ですね。1巻の7章。So this chapter is discussing how it was that Vyasadeva decided to write the Srimad Bhagavatam. で、これはそのビアサデーバがなぜね、このシーマッドバガタムを編纂することに至ったのかということについて書かれている説です。Because up to this point, Vyasadeva had written a lot of scripture. で、この時点までね、ビアサデーバはもうたくさんの他のね、文献を書かれてたんですね。Right? He wrote the four Vedas. で、4つのベーダも書きました。 He wrote the Mahabharata, Bhagavad バ Gita, ガバドギータも書きました。 and he wrote the 18 Puranas. で、18のプラナも書きました。 But still, he was でも dissatisfied. それでも満足できてなかったんですね。 Right?
And he couldn't understand why he was dissatisfied. なんで自分が満足できないんだろうかということが自分でも分からなかった。And so, like a good disciple, he approached his guru. そしてそのね、いい弟子のようにちゃんとグルのところに行ったんですね。And his guru was Narada Muni, で、彼のグルはナラダムニです。 the guru of the gurus of the gurus. で、ナラダムニってもうグルのグルのグルですからね。And Narada Muni immediately could understand the source of Vyasadev's で、ナラダ dissatisfaction. ムニはもう直ちにね、そのビアサデーバの不満の原因というのが分かったわけです。And he said that you've described, the absolute truth in so many different ways in so many different scriptures. で、お前はね、そのさまざまなそのたくさんの文献の中に絶対真理のことについて書いてきたと。But you haven't directly described the supreme personality of God. でも、直接最高人格出身のことについては書いてない。The original supreme personality of God. 本当にオリジナルの最高人格出身のことは書いてない。In other words, you haven't directly described Krishna. 言い換えれば、クリシナについて直接クリシナについて書いてない。Therefore, you're dissatisfied. だからお前が不満なんだ。And until the soul discovers his eternal relationship with the original personality of Godhead, that soul will also be dissatisfied. だからお前がそういうふうに不満なように、魂たちもね、そのオリジナルの最高人格出身との関係を見つけることができなければ、その魂も満足することはできないだろう。Yeah. So that's the premise of the Gaudiya Vaishnavas. そこがゴーディア・バイシナバの、その哲学が入ってくるところなんですね。And then Lord Chaitanya's teaching is based on Srimad Bhagavatam. でチェイタニャ神のその教えというのも、シリマッド・バガバタムを基礎にした教えです。And he called the Bhagavatam the spotless Purana. で、チェイタニャ神はバガバタムを、もう一点の汚れもないスポットレス何？ Purana. プラナだというふうに言いました。Because the Bhagavatam only advocates one thing. で、バガバタムっていうのはね、一つのことだけを奨励してるんですね。Complete, unconditional, unmotivated surrender to the Supreme Personality of Godhead. で、最高主に完璧にもう何の邪心もなく完全に身を委ねるということなんですね。And so, what are the results of following this path of the Bhagavatam? じゃあ、そのバガバタムの教えに従うということ、その結果は一体何なんでしょうか？ So this is the path of bhakti is described in 8 levels that one progresses through. で、バクティの道というのはね、それどのように発展していくかっていうのを8段階に分けて説明されています。And so this is mentioned by Lord Chaitanya in the first verse of Shikshastakam, which Prabhupada partially translates here. で、それはそのチェイタニャ神のシクシャクスタカの最初の説のところに書かれてるんですね。で、それはプラバパダのここで引用されています。Yeah. So the last part of the verse is saying that the chanting of the holy name of the Lord is the supreme religious process. で、聖なる皆を唱えるということが最高のその宗教の修練であると。Yeah. Sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. と言ってます。Yeah. So if we look at the whole verse, it's Cheto Darpanam Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Varu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipardam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. So in this first verse of Shishastakam, all the 8 levels of bhakti that we progress through are mentioned. で、そのシクシャクスタカの最初の第1節目のところでね、このバクティの道のをどういうふうに向上していくかということに全てそこに収まってるんですね。書かれてるんですね。So by chanting the holy name, the first thing that happens is Cheto Darpana Marjana. で、聖なる皆を唱える
ということですね。チェートダルパのマルジャナっていうのが起きる。The mirror of the mind becomes clean. それはマインドの鏡がきれいになる。磨かれる。And the soul can look into that mirror and now see his real self. そして魂はその鏡を見て本当の自分を見ることができるようになる。Then comes the next stage. そして次の段階に行きます。 Bhava Mahad Davagni バ Nirvapana. ーバマハジバグニニルバーパナ。 So material suffering, these three kinds of suffering, they're compared to a forest fire. で、その物質的な三重苦ですね。というのは山火事と比較されています。Bhava Mahad Davagni Nirvapanam. It means that the fire of suffering is extinguished. で、苦しみの炎が消えると。Right? The hankering and the lamentation are extinguished. でも物をどんどん欲しがったり、嘆いたりすること、そういうものがなくなると。That's the result of hearing the holy name and hearing the Bhagavatam offenselessly. それはその冒涜を犯すことなく、主の名前を聞いたり、バガバタムを聞いたりすればということですね。So, when we look at the Madhurya Kadambini by Srila Vishwanath Chakravarti, で、シュラ・ビシュワナルタ・チャクラバーティによって書かれたマドゥヤ・カダンバビニ。マドゥヤ・カダンバビニ。Madhurya Kadambini. マドゥヤ・カダンビニ。という本によると、Yeah, this is translated by Bhanuswami. バヌスワミが翻訳された本ですね。And he's given many lectures in Japan on this text. で、そのテキストについてもバヌスワミはたくさんのレクチャーを日本でもされたと思います。Yeah, so this is a wonderful book because it's Vishwanath Chakravarti's Thakur's. It's almost like his autobiography. で、これはそのビシュバナタ・チャクラバリティの自叙伝みたいな本なんですね。He's describing his experience of progressing through bhakti. 自分がこのバクティの道においてどのように進展していったかっていうようなことが書かれてるんですね。Yeah, so he talks about passing through the stage of suffering. そしてその中でその苦しみの段階をこう抜けていくっていうその段階について書いています。Yeah, so, and here he actually quotes from Patanjali Yoga Sutras. で、そこでもってヨガスートラ、パタンジャリによるヨガスートラを引用してそこで話をしてますね。And he's saying that the soul's suffering is divided into 5 sections. で、魂の苦しみっていうのは5つに区分される。And so klesha again means fire. で、クレイシャっていうのは火という意味ですね。And so he says that when you practice pure bhakti, で、純粋なバクティを修練すると、that's not mixed with karma or jnana. それはカルマやギャーナとミックスしたものではない純粋なものを修練する He と。 says this is like a wish-fulfilling creeper that grows in your heart. それは望みが叶えられるその木というかね、望みの木をこうが大きくなっていくようなものだ。 Right? When you have a seed, で、例えば種があれば、 the first little thing that comes out, まず最初に種から双葉が出ますよね。 right? It's very tender, 非常に柔らかい。 and 2 little leaves unfold. そしてその双葉が出てきます。 These 2 little leaves are the first beginning experiences that one will have when one is practicing pure bhakti. で、その双葉というのは、バクティを修練しているときに、まず最初に体験するものなんですね。 And the first leaf is one becomes relieved of all material その distress. 双葉の一つは、その物質的な苦しみから逃れられるということです。 And the other leaf is that one's life becomes auspicious. で、もう一つの葉っぱは、自分の人生が吉祥なものになるということです。 Yeah. So the cause of suffering for the soul is 5-fold. で、その魂の、苦しみの原因は55層になっている。Yeah. So
Vijayanath Chakravarti, he analyzes these five aspects of suffering. で、ビシュバナタ・チャクラバルティは、その5つの層をね、一つ一つ分析して言ってるんですね。Right. So the foundation of all suffering is ignorance. でもちろん、すべての苦しみの根源、一番の原因っていうのは、無知ということです。Which means to think that the impermanent is permanent. というそれは、その永遠でないものを永遠だと思ってしまうこと。In other words, to think that I am this mind and body. ということは言い換えれば、自分はこの体であり、このマインドであると思ってしまうこと。Which is impermanent. それは自分の体やマインドは永遠ではないですよね。And so from that ignorance arises the false ego. で、その無知から偽の自我が出てきます。Yeah, that not only do you think I am this mind and body, で、自分はこの体だ、このマインドだと思うばかりでなくて、but you think that everything is related to me and is mine. で、すべてのもの、すべて私に関するすべてのものは自分のものだというふうに思ってしまいます。And from that arises the next aspect of suffering, で、そこから次の苦しみの段階に行くんですね。 which is called raga or attachment. それがラガ、執着という意味です。I want it to be like this. 私はこういうふうになってほしいと。Of course, when you don't get what you want, what happens? もちろん自分が欲しいものが手に入らないときは一体どうなるでしょうか。 Right? When we have expectations that people should be like this, で、この人はこういうふうにあるべきだというそういう期待を持ってたら、 and people aren't, そしてその人がそうでなかったら、 we suffer. 私たちは苦しみますよね。 Right? There's a tightness, a contraction right in the heart. そしてその心の中の心臓がギュッとこう締まる。 Right? うん、 And then the next source of suffering arises, そして次のその苦しみの原因がやってきます。 which is called dvesha. ドエシャと言います。 I hate you, I hate it, get away. 私はもうあなたのことが憎い、大嫌い、大嫌い、もう自分のところに来てくれるな。Yeah, so it's impossible to be happy when you have attachment. I want it like this or I don't want it. だからそういう執着があるとき、私はこれが欲しい、こうなってほしい。でもこれはいらない、あれはそういう状態はやっぱ苦しみの状態ですね。And then last but not least, there's binibesha, which means fear of death. で、最終的にはビニベーシャというのは死への恐怖というのがあります。Which means not only is there fear of death, but because we're afraid of dying, we become more attached to whatever's around us. で、死というものに対する恐れというのは、死そのものへの恐れもありますけれども、自分はその恐れがあるからこそ、さまざまなものに対する執着がもっと強くなる。Right? で、強くなればまた苦しくなる。Right? Because when you think you're going to lose something, で、自分がこれをもう自分がなくしてしまうかもしれないと思ったら、 you become more absorbed in it. もっともっとそれに夢中になりますよね。How can I keep it the way I want it? で、自分がね、なってほしいようにどうやったらこれをキープすることができるかと思ってしまう。So this is really an analysis of human suffering. これこそがね、その人間の苦しみの分析したものなんですね。So today's verse and the Bhagavatam and the Gaudiya Vaishnava philosophy, they posit that by hearing the holy name and absorbing oneself in the transcendental sound vibration, one can become free of suffering and experience transcendental pleasure. からそのバガブタムのその言わんとしているところ、ゴーディア・バイシナバのその目標としているところは、こういうふうにそのバガブタムを聞くことによって苦しみから逃れるということなんですね。Yeah, so we see in the purport, today's purport, Prabhupada, he begins by saying that here is an instruction about the result of studying or discussing Krishna Lila that appears in Srimad Bhagavatam. で、今日の58節のところで、解説のところの一番最初の行でもってプラバパタがおっしゃっているのは、このシリマッド・バガバタムに出てくるクリシュナ・リラを話し合ったり勉強したりすること、その結果が
ここに教えとして出ているというふうに言っています。Yeah, so this verse is a kind of proof. この説はもうその保証されているわけですよね。Right? The 証明されているわけですよね。Nanda Maharaj and the cowherd men were experiencing transcendental pleasure and experiencing the absence of material suffering simply by discussing the activities of Krishna and Balaram. で、ナンダ・マハラージや牛飼いの男たちはクリシュナやバララマの活動のことを話し合うことによってこの苦しみから逃れられ、そしてその喜びを感じていると。Of course, the obvious question arises. でもちろんね、ちゃんとこの疑問が出てくるかと思いますけれども、I've been attending, one may say, I've been attending Srimad Bhagavatam class for so many years. もうここ何年間も何十年もバガバタンのクラスをずっと聞いてると。And distributing lots of sets of Srimad Bhagavatam. そしてバガバタンの本もね、もう何セットも配ったと。And chanting the holy name congregationally and alone. で、聖なる皆もね、自分に一人で唱えたり、みんなと一緒に唱えたりしてきたと。But I'm still suffering. でも私はまだ苦しい。But that's another discussion. それはまた別の話ですけれども。そういう人もいらっしゃるかもしれない。Okay, so I'll just open it up for any comments before we finish. じゃあ今日終わる前にコメントとか、心に残ったこととかありますか？はい。ありがとうございました。今日はなんかそのバイブレーションっていうことで、最初のところで、いろいろその、バイブレーションがいろいろ影響を与えるっていうのかな、聞いたんですけど、バイブレーションと音の違いっていうか、その影響っていうことについて、例えばその自分が嫌いな音を聞くと、本当にイライラするし、そして好きな、音を聞くと音楽なんかでも好きな音楽だと本当になんかこう心が乗っていくんですけど、嫌いな音楽だともう本当にもう怒ってしまうっていうそれがあって、でも音とそのバイブレーション、響きっていうか、それなんか違いがありますか？ So different between sounds and vibration? Well, no, I mean, everything is vibration. Everything has a vibration, and it also has a sound. すべてのものがね、このバイブレーションって持ってるわけですよね。その物質的な存在であって、すべてのものがバイブレーションを持ってる。すべてのものが音を持ってる。Right. The basis of everything is Om. すべてのものの一番基本となるものはオウムですよね。But it's also the light of God. そしてそれが神の光でもある。Yeah. So within light, actually, there's sound. だから光の中にも音がある。There's vibration. そして vibration もある。 Everything is vibrating. Everything has sound. すべてありとあらゆるものにはバイブレーションがあって音もあると。But we have to translate what she said originally. The Otherwise, original others doesn't know what we're talking about. 言ってください。はい。Whenever we hear the sound of which we don't like, we become very angry. But when we hear the sound which I am very fond of, I become so much pleased, like a music, which that music I don't like, I become so angry. And sometimes it happened in Japan that killing the people happened in a small compartment like a mansion. So I really understand the effect of the sound or vibration is very strong. But I really wanted to know the difference between sound and vibration. Yeah, so when something vibrates, it makes a sound. 要するに何か振動して音ができるわけじゃないですか。はい。The molecules, physical sound is physical molecules vibrating. だから聞こえる音っていうのは
結局その分子とか原子がこう振動してるから音になる。Right? You pluck the string and it vibrates. ただ弦楽器だってね、こうそれを跳ねるから音が出るわけでしょ。跳ねて、それの弦楽器の弦が振動するから音が出ますね。Right? There's some opera singers that can make their voice so loud and so vibrate so strong that they can break windows. オペラのね、オペラやる人でも、だから音を大きくしたり、ある音域があるんだろうと思うけれども、その声でもってね、ガラスを壊すことができる音を出せる人もいるよね。そうですね。それから振動、今振動っておっしゃったでしょ。その音は振動から出てくる。やっぱりその振動の中で私たちに聞こえる音と聞こえない音があるから、やっぱりバイブレーションの方が幅が広いかなとちょっと思ったんですけど。So there's some vibrations you can't hear. Yeah. Yeah, like human ear can only pick up a small amount, or like dogs, they can hear and smell. で、まあ人間の聞こえる範囲なんていうのはまだすごいね、限られてて、犬なんかだったらもっとずっと私たちよりもいろんな振動っていうか音を聞こえるわけじゃないですか。But we have to also remember that ultimately the senses are part of the soul, they're not the body. でも最終的にはそのultimately what? The senses. 感覚というのはその魂の一部であって肉体の一部ではない。Who's hearing the sound? 誰がその音を聞いているのか。 Who's seeing the 誰 form? がその姿を見ているのか。 I am. 私が見てるんだ。Yeah, ultimately it's the consciousness that's experiencing, the sights, the sounds, the touches, the smells. だからその魂がもう本当に最終的にはその匂いを嗅いだり、音を聞いたり、感触をね、感じたりしているのは魂なんだ。Yeah. So when the soul hears the transcendental sound vibration, it can resonate. だから魂が超越的な音を聞く、超越的なバイブレーションを聞くことによって、それと同じ波動になっていくんですね。And so the lower vibrations, they resonate with the modes of nature that our mind and body are made up of. で、そのより低いバイブレーションというのは私たちのその肉体やマインドが作られているバイブレーションと同じようなバイブレーションなんですね。Yeah, and so the door to liberation is the mode of goodness. で、その解放への道っていうのは徳の様式になるということなんですね。And so we want to associate with the transcendental vibration and the material vibration of the modes of goodness. で、その物質的な振動の中でも、その徳の様式のバイブレーションっていうのがこの上の方っていうかね、より上の方にあって、そういうものとの接触を多くしていかなきゃいけない。But because our mind and body are mostly mode of ignorance and passion, でも私たちのそのマインドや肉体というのは、大体はその無知の様式と劇場の様式と重なっているわけですね。yeah, our heart, around our heart area are all of our past previous impressions that are unresolved. で、私たちのそのハートの周りには過去からのさまざまな印象がそこにこうなんてくっついてるんですね。Right? Until they're integrated and released. で、だからそれを自分のものとして手放していかない限りずっとそこにあるわけです。Yeah. So if we hear music or eat food or associate with people that are stimulating and triggering those old impressions, then that keeps us down. だから私たちがその食べ物だったり、あるいはそのいろんな話だったり、音楽だったり、あるいは
その人との交際だったりして、自分のこのハートの周りにくっついている昔からの過去からの印象に刺激を与えるようなもの、そういう刺激をね、与え続ければ、自分はもその段階にずっと居続けてしまう。Yeah, we're like a hot air balloon. 私たちはその気球のようなものだ。Yeah, so when they fill the hot air balloon, they have to anchor it to the ground, otherwise it'll fly off. で、最初にね、気球を飛ばすときには、その火をやってね、気球に空気を送るじゃないですか。でも最初は、一番初めの時は、その気球を土に一生懸命こうくっつけとかないと、バーって浮いてってしまいますよね。Yeah, so no matter how much hot air you put into the balloon, だから、そのバルーンにどんなにたくさんホットエアを入れたとしても、 if it's tied to the ground, そ it れ won't が go 地 up. 面にしっかり縛り付けてあれば、その気球は飛びませんね。Yeah, so we have to cut whatever's holding the hot air balloon to the だから ground. 最終的にはその綱をね、やっぱり切らないと気球は空に飛んでいかない。Yeah, that's like the 10th offense of the holy name. で、それはその聖なる皆を唱える時の10番目のオフェンスのようなもので If す。 we maintain our material concept of life, 自分のその物質的概念を生命をやった後ですらもずっと持ち続けていたならば、 that's like an anchor that keeps us それは at the same level of lower そ vibration. れは私たちをそのより低いレベルのバイブレーションにもうしっかりつなげてあるような砂のようなものですね。 So if we just cut those, それを切り落としたりすれば、 then our vibration automatically で goes 私たち up. のバイブレーションもおのずからもう上がっていくんですね。 But that's easier said than done. まあそれはね、言うのは簡単ですけれども、やるのはやっぱり難しいです。 But if you're wondering why, gee, I'm still not happy, I'm still suffering, that's why. でも、自分はまだね、幸せに感じてないと、まだ苦しんでるっていう人がいたら、それはそういう理由からなんだよってことなんですね。といいですか？てもよくわかりました。ちょっと待ってね。だからその音を聞くっていうか、その徳の様式とか超越的な音をただもう聞くだけでそういう結果が得られるっていうか、それほどまでにその音っていうのはすごく影響力があるから大事なんだよっていうか、そうなんだなと思って今の説明をお聞きいたしました。ありがとうございました。マドさんどうぞ。いいですか？今の最後の気球の話で、いっぱいエアを入れても、こう、重りを外さないと飛んでいけないっていうのがありましたけど、なんか、別の例で、船をこの怒りを上げないと、一生懸命漕いでても、進まないっていう話、例の話があるじゃないですか。で、それで、その船っていうのが私たちの体で、そこに船長を乗せるっていう。で、船長がグルで、船長のその仕事っていうのは、怒りを、弟子が怒りを上がったかどうかっていうことを確認することだ、と思うんですけど、そういうふうにその話で聞いたんですけど、でもだからといって船長が怒りを上げてくれるわけではないんですよね。やっぱ自分で怒りを上げなきゃいけないっていう。でその怒りとかその気球の重りっていうのはさっきのなんか途中で話があったと思うんですけど、やっぱその執着だと思うんですけど、結局その執着を切るか切らないかはやっぱグルではなく自分でやんなきゃいけないっていうことでいいんでしょうか。So as you talked about the hot air balloon, you have to cut the rope, to let it go. The same as they usually talk about the boat and an anchor, and then
the person who guides the boat with your guru, but the guru cannot cut the anchor for you. You have to cut the anchor. The anchor itself is probably like attachment, different concept of materialistic concept of your life and attachment. So you have to do that work, right? Is that how you understand? Right, because we have free will. そうそう、私たちには自由意志があるからね。And only we can choose where we place our attention. で、自分がどこにその心を持っていくかということは自分が決めることができる。Right. So just for example, if you're chanting, で例えば、そのチャンティングをしていても、but as you're chanting, you're actually not hearing the sound でチャンティングをしていても、その音を本当は聞いてない。because you're absorbed in thinking about your past で、それは過去のことを考えたり、and your future. で自分の未来のことを考えたりしながらチャンティングしてるね。Yeah. So as you're chanting, you're actually strengthening your bodily conception of life. で、そういうチャンティングの仕方をしてれば、その物質的概念っていうものをより強くしながらチャンティングしてるようなもんだ。Right? You're adding weight to the anchor. だからもっともっとね、そのアンカーに怒りにどんどんもっと重りをつけてるようなもんだ。Yeah. So only we can choose where, and this is not only when we're chanting, but it's moment to moment all day long. Where's our attention? だからそれはそのチャンティングしてる間だけではなくて、一日中ね、自分はどこに自分の心を集中させてるのかっていうことをチェックしていかなきゃいけないということでもあります。Actually, every moment is a moment to remain awake and to observe whenever attachments and aversions arise. で、だから一瞬一瞬ね、その自分の好き嫌いが出てきたときに、自分は一体どういう状態にあるのかということをちゃんと観察できる状態に自分がいなきゃいけない。And then you have a choice to keep them or let them そして go. そこでもって自分がそれを手放したいのか、あるいはそれをずっと持っていたいのか、そういう自由意志で決めていく。それが一瞬一瞬ずっと一日中続いていく。Right? To cut the rope or add another. だからそのロープを切るのか、怒りを切るのか、あるいはもっともっと重りをね、そこに付け加えるのか、それは自分次第ということですね。チャンティングの時に、やっぱりそのチャンティングっていうところ唱えるじゃないですか。だからこう唱えるっていうことにこの、焦点が置かれ、なんかウェイトが置かれてるように聞こえるんですけど、でもやっぱチャンティングの時にやっぱり一番重要なのが聞くっていうことがやっぱり一番そっちが重要なんでしょうか。When you chant, it's like using your tongue and then you actually make a sound. Seems like because chanting sounds like, chanting. So sometimes you think saying is more important than listening. But to put your attention to chanting means actually to listen. Is that more important than actual chanting? It was even a step before that. その前にももう一つステップがあるんだって。Yeah, because in order to listen, you have to be observant of your mind and where your attention's going. で、その本当に自分がその音を聞くことができる前にね、まず自分のマインドがどこにあるか、そして自分のマインドがどういう状態になっているのかということが分からなければいけない。In other words, you have to be heartful or mindful. だからマインドフルになってないと聞くことはできない。Right? And actually heartful. ハートフルになってないと聞くことはできない。Right? You're in your heart with an attitude of gratitude to Krishna. で、その自分のハートがクリシュナに対する感謝の気持ちで溢れているからこそ聞くことができるね。As you chant. そしてそういう気持ちでチャンティングしてる。Yeah, that's chanting. それこそが本当の意味でのチャンティング So it's really it's a heartfulness as you chant. だからチャンティングするときにheartfulness、心からハートからチャンティングする。Yeah, and because we don't have that spontaneously, it's
It's a slight effort. でもそれはね、私たちはもうおのずからそういうふうにはできないから、やっぱりちょっと努力しないとできないわけですよね。And so we all, throughout the day, we can mindfully, or we can have the intention to be aware of our heart. だからその一日を通じて自分の心のこの辺りのところに心をこう向けるようなそういうインテンションね、意図的にそういう活動をしていかなきゃいけない。Because bhakti is about feeling. で、バクティっていうのはね、フィーリングなんですよね。 It's not about thinking. 考えるということではないね、バクティは。Yeah, the soul itself is a feeling. だから魂そのものはそうやって感じるっていうことなんですね。 We know something by feeling, not by thinking about で it. 何かを考えて分かるということではなくて、感じて分かる。So we're always checking in. How am I feeling? だから常に今自分はどんなふうに感じてるんだろうっていうことを常にチェックしていく。Right? And releasing the old impressions そしてそこにあるその過去のその印象っていうのを少しずつ手放していく。and replacing it with the feeling in our life. そして自分のその命のフィーリングというかね、そういうもので置き換えていく。And from that, spontaneously gratitude arises. で、そうすることによって、その神に対する感謝の気持ちとかね、そういうものがだんだんと出てくる。Yeah, and basically that's a beginning of our spontaneous love for God. で、それこそがその神に対する自発的な愛っていうものなんですね。 We recognize our life, で、自分の命をまずに認める、認識する。 we feel it. そしてそれを感じる。Yeah, we never say, I think alive. 私は生きてるかもしれないなんていうふうには言わないですよ We ね。 never say, I do alive. 私は生きてるとも言わない。 We say, I feel alive. 私は生きてるというふうに感じるって言いますよね。 That's knowledge. それが知識なんです、ね。 That's knowing. それが知るということな And ん when で you す、ね。 feel alive, you want to just say, thank you, God. そしてその自分がここで生きてるということを本当に感じることができれば、それを神に感謝することができる。 Yeah, so that's really our bhakti practice, 24 hours a そ day. れが24時間ね、1日24時間その修練しなきゃいけないバクティの修練なんですね。 It's not a matter of intellectual study or memorization, this or that. だからそのいろんなことをね、勉強したり、暗記したり、この説を暗記したり、読んだり、勉強したりすることだけではないと。 Right? This ritual, that いやね ritual. こういう儀式をやる、ああいう儀式をやるということでもない。 Where's your heart at right now? 今自分の心は一体どこにあるのか。 What are you feeling? 今何を感じているのか。 Are you lost in the past, or または過去に自分を見失っているのか。 are you focused on your life in this moment? 今この瞬間に生きている自分の命というものに心が向いているのか。 That's the basis of bhakti, and that's the basis of chanting. Without that, we just go off. それがバクティの基本であり、チャンティングの基本でもありますね。でそれがなければ、もうマインドはあちこちに行ってしまうから。Does everyone know how many rounds I'm chanting? And is my tilak on straight? 私のティーラックをちゃんとまっすぐついてるだろうかとかで、ちゃんと私がこんなにたくさんチャンティングしてるのをみんな聞いてるだろうとかね、そういうことに頭が入ってしまう。I went to Vrindavan, I walked around Govardhan Hill. 私はブンダーブに行って4 hours. ゴーバルダの丘の周りをね、4時間かけて回ったとか。So then we're lost, そういうことを考えていることだけで、私たちは自分を見失ってしまうということですね。それに、そのことを次に質問しようと思ってたんですけど、そのまま答えていただいた。っていうのは、ポイントは、唱えることって、考えながら唱えられるじゃないですか。でも聞くことって、プレゼンスにいないと絶対できないっていう、そこの分岐点ですよね。So you can chant thinking about something else, but if you
you really want to listen to something, you have to really concentrate on the sound vibration, right? Yeah, by feeling. Just like when you listen to music, it's not an effort, right? 例えば音楽を聴くときにはね、努力しなくても聞こえてくるわけじゃない You don't have to use mental effort. で、もう本当に頭でいろいろ考えなくたって音楽は聞こえてくる。But in chanting, we always have to come back to our feeling. で、チャンティングするときには常に自分のフィーリングに戻ってこなきゃいけない。Feeling our life right now. でそのフィーリングは何かというと、自分の生きてる感だよね。Right? So then we have to come out of the mind to do that. で、それを感じるには、マインドから出てこないと感じられない。And then you don't get tired. そしたら、飽きることもないし、疲れることもない。Because it feels, it's joyful to feel alive. で、そうやって自分がその生きてる感を感じるってことはとっても楽しいことでもあるわけじゃない。So using your mind, it's a lot of effort and you get tired. で、マインドを使わなきゃいけないっていうのは非常に努力しなければいけないね。一生懸命やらないとマインドを使えないね。そしたらとても疲れてしまう。So I always just recommend, try and be aware of your life for 3 mantras. だから私が推奨するのは、そのマントラを3つ唱える間だけね、自分がその生きてる感を感じてみてほしい。And just coming back to your heart and feeling alive. そして自分のハートのあたりに戻ってきて、そして自分が生きてるっていうことを感じてほしい。And then you automatically will hear. そうしたらもうおのずから聞こえてくる。ありがとうございました。それがあれですね、チャイタンニャラサ。ありがとうございました。Yeah. Now, if we don't have rasa like me, then you have to start from where you're at. で、私のようにね、もうラサがない人はね、自分が今いる時点でスタートしなきゃいけないですけど。So you just start by feeling your life, being present enough to feel alive. だから、まず最初にね、自分がここで生きてるっていう生きてる感を感じる。そこから始めてみてください。And that's very pleasurable. それはとても、こう、喜びというかね、が出てくることなんですね。And it's real. で、それは本物でもあるね。We're not imagining our relationship with で、 Krishna. クリシュナとの関係をね、イマジネーションしてるわけでもない、想像してるわけでもない。Right? It's very concrete. Yeah, I'm alive and he's a source. で、私はここで生かされてると。そしてその生かされてるのは誰によって、クリシュナによって、神様によって私はここで生かされてる。とってももうコンクリートですね。Yeah. もう確固としたものですね。はい、難しいあれではないんですけど、感想で、バカスラについて、ペリカンみたいだって、サチャ先生おっしゃいましたけど、ケシャビはね、アヒルと鶴のようなもんだって言ったんですね。だからやっぱペリカンの方がアヒルと鶴一緒にして割ったようなものかなと思ってその時聞きました。アメリカのペリカンはものすごく大きいのよね。日本のはよく知らないけど。どれくらい大きいんですか？ How big is the pelican here? It's huge. They're really It's like big. 5 feet. Yeah. And when you're out in the water, you can really see how big 1 they メ are. ートル50。だから人の背ぐらいあるのよね。Yeah, 翼を広げたら。 2 meter 2メートルぐらい。Yeah, yeah. And their beaks are like 1 meter. それでくちばしが1メートルぐらい。本当に大きいんですね。くちばしも。あれはまさにバカスラだと思うよ。私もなんかそっちの方がいいかなって思って聞きました。ありがとうございました。Yeah. We better end. じゃあこのくらいにしましょうかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうごありがざいます。とうございました。Thank you very much. 来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハレークリシナー。あー
Satyadeva Prabhuji, ジャイ、 Bhagavad Gita. ジャイ、シリマバガバタムキジャイ、ハレイクリシナー。